こんにちは、カナダ在住のチャコです。カナダ生活でいろいろあった波乱爆笑ストーリーをシェアさせていただくチャンネルです。ラジオを聞く感覚で楽しんでいただけたら幸いです。今日はちょっと過激な人たちの話。てか前回のエピソード見た人にしたら洗面器にうんこする私の方がよっぽど過激な変なおばさんだよね。トロントに行った時のある朝なんだけれど、仕事行くのに人通りのヤングストリートをこうやってスタスタ歩いてたのよ。そしたら私の数メートル先に若いお兄ちゃんがなんかこう体を横に揺らしながら歩いてたのよ。私は別に気にも留めてなかったんだけれど、私たちとは反対に向こうから歩いてきたきちんと清掃したねアジア人のお兄さんがいてさ、ほんでね、そのお兄さんが私の前を体を揺らしながら歩いてた兄ちゃんとすれ違った瞬間で、アジア人のお兄さんが両手を広げて、もう、ファーってもうなんかもう大きな声で叫び出しちゃって、何が起こってるかと思って立ち止まったらさ、なんと、その体揺らしてるお兄ちゃんが、アジア人の彼に、自分のおしっこを直接飛ばしてんの！わかる？瓶の飲み物をこうやって飛ばしてるんじゃなくって、本人のおちんちんを持って、おしっこをホースで水をまくみたいにアジア人のお兄さんに振りまいてんだよ。って思って私はそれ以上前に進めなくてさ、おしっこをかけられたお兄さんはこれから仕事に行くんであろう状態でさ、もうお兄さん体固まってどうしていいかわからない感じでさ、パニックだったと思う。もうファックとしか言いようないよね。ほんと現場にいて気の毒としか言えない感じだったもん。ねえ考えてみて。自分の洋服がさ、他人のおしっこまみれな状態になること。自分の子供のおしっこじゃないんだよ。知らない人のだよ。私もそのイカれてる兄ちゃんにかけられたくないからさ、逃げるように道路を渡ってさっさとその場を去ったんだけどね。いやー、こんな経験日本ではありえないっしょ。てかカナダでもそうそうないけどさ、アジア人のお兄さん一回家に帰ったんだろうな。また別の話なんだけど、ある時ストリートカーに乗ろうとして列を待ってたの。路面電車のことね。ようやくストリートカーが来て、中に乗り込んだらまだ外に並んでた白人と黒人女性2人が何やらなんか言い合い始めててさ、中に乗り込んだ私たちは何って外の様子を伺ってたんだけど、要するにあんたが私を押したでしょ、いやあんたこそ私を押したでしょって言い合いになったらしく、しまいにはみんなの前で髪引っ張り合いになって大注目で、どんどんエスカレートしてきて、しまいにはお互い叫んでけなし合って足で蹴り合い始めたのよ。ストリートカーに先に乗り込んだ人たち、私含めてね、もう窓からその光景全部見えてて、もうみんなに笑い物よ。そんでね、ストリートカーの運転手さん、君たち2人は乗る権利ないって言われて取り残されたのよ。ストリートカーに乗ってる私たちはコメディを見てるかのようにずーっと髪引っ張り合ってる彼女たちを見ながら出発したんだけどね。気性の激しいお姉さんたちだったっていう話。ちょっと似た話で場所はニューヨークになるんだけど、私女友達と2人でクリスマスにニューヨークに遊びに行ったことがあった。マンハッタンはもうどこも混み合っててさ、地下鉄に乗るのに地下の階段に降りていった時、私の後ろの方から誰かが押して、そういうとこで来て同時に私も前の人をなんかドミノみたいに押す感じになっちゃった時があったのよ。で、私その時 Please don't push って後ろの人たちに押さないでって何度か言ったんだけど、もう遅し。そしたら階段の途中で一人の女性が私を待ち伏せしててさ、すっごい怖い顔で睨んで、しまいには私の腕を掴んで、ちょっと押さないでよねって怒り始めたの。ですかさず I'm sorry but it wasn't me. I was being pushed from somebody behind. ごめんなさい。でも私じゃなく後ろから押してきたのって彼女に言ったんだけど、あなたよ、あなたが私を押したのよ。どうしてくれるの？謝んなさいよって言って私の手を離さないのよ。どうしてくれるのって言うけど、あなた怪我したわけじゃないでしょ。そこにちゃんと立って無事じゃないって思ったんだけど、さすがにそれは言わずに、とにかく私も後ろから押されたんですって言って手を彼女から振り切ってさ、彼女はしばらく私を睨みつけ地下鉄の中に消えてったんだけど、怖かった。このご時世、ほんとどこで妙なことに巻き込まれるかわかんないからさ、もうみんなほんと気をつけてよね。それでは今日はこの辺で、また次回に続きます。